私の研究している材料はグラフェンと言います。炭素でできた構造で、こういう紙みたいな構造をしています。で、こういう平面構造って4族の元素しか作れないんです。ということは、一番小さい炭素でできたこのグラフェンは、この世界で最も薄い紙ということになります。で、聞いたことないっていう方たくさんいるかもしれないんですけど、皆さんシャーペンとか鉛筆で字書くでしょ。その時ってこのグラフェンを何枚も何枚も紙にこすりつけて字を書いてるんです。ということは、これよく知られた材料のはずなんですね。でも面白いのは、2004年までこんなものが存在するなんて誰も信じていなかったっていう事実があります。これが非常に面白い点なんですけども、これを発見した方というのは2010年にノーベル物理学賞を受賞されてます。で、何が面白いのかっていうと、物理や科学で習うと思うんですけども、電子って重さを持ってます。電子は質量を持っています。でもグラフェンを通るとき、この電子の質量っていうのは消えてしまいます。実験的にこれ確認されてます。で、アインシュタインによると、もうほとんどこの電子は質量を持っていないってことは光として振る舞ってますので、すごく早くこの中では電子が動くということが知られてます。ということで、超高速のデバイスとして期待がされてたんですけども、大きな問題があります。何かっていうと、電流のオンとオフを切り替えることができないんです。で、皆さんが持っているスマホで使っているデバイスって、流れない流れるを0と1として論理回路を作ってます。これできないんです、グラフェンだと。で、私は最初からこんなもの使えると思っていなくて、この薄さに非常に大きな魅力を感じてました。というか、センサーとして使えるんじゃねっていうふうに思ったんです。で、何かというと、物に何かがくっついたとき、何か影響を与えることがあります。でも厚さがある材料の場合は、この影響の下を電気が流れてしまうので、ほとんど影響がないんです。でも薄いグラフェンであれば、その影響がもろに効いてきます。ということは、これ感度がすごい高いっていう材料です。で、現実に測ってみると、割と薄い濃度のタンパク質を測ることができるっていうことが分かってきました。で、それを私は2009年に世界で初めて発表しています。その後も論文どんどん書いてはいるんですけども、こちらに示すのが論文の数です。だいたい2009年にスタートして、今ではだいたい年間600件ぐらい発表があります。100件ぐらいあれば大きな研究コミュニティですので、今では非常に大きな研究のコミュニティとして成長している状態です。